いよいよなんかラスボス感が出てくるような兆しがあるじゃん。それがなんかいちいち黒ひげのことを言うんだったらそうじゃない気がするんだよね。確かに。そうだから意外な人物が過去最大の敵となってっていう風な。どうも黒髪の小雪です。金髪東映です。というわけで今日は何をするかと言いますと、はい、何をするでしょうか。小池さん、ついにあの4校の謎に迫る時がやってまいりました。やっと来ちゃいましたか。というわけでシャンクスラスボスじゃないか説について検証してみたはい、というわけでみんな大好き赤髪のシャンクスについて、今日シャンクスのまとめ企画じゃなかったの？いや、そんなぬるいことはやりません。何それラスボス説みたいな。いや、シャンクスがラスボス説ってのは巷で言われてるんですね。あというか、シャンクスがそもそもルフィたちの味方じゃないんじゃないか、敵なんじゃないかっていう説が私の中で今最近ありましてですね。なるほど。巷もね、その説に賑わってるんですよ。なるほど。何個か前の動画でカイドウまとめとかやって、あれも意外とこう再生されたから、はい、やっぱ4個ってみんな知りたいんだろうなっていうのを思ってるんですよ。知りたいっす。だから今日はシャンクスについて実態とか強さとかそういうのをまとめていけたらいいなっていうのもあるんですよね。これがね、シャンクスが出てきた缶ですよ。シャンクスって意外とその端々にこうなんか島と島の間とかにさ重要なところでポンポンポンって出てくるよね。あ、そうそう。ちょっと楽しみだけどじゃあ今日任していいんやね。じゃあもういや、もちろん。じゃあもう帰るね。いやいやいや、小池さん。え小雪さんと一緒にやるから価値があるんですよ。そうはなんだよ。い。小雪チャンネルなんでね。はいはい、お送りしていきまーす。はい、というわけで、まず、シャンクスと言ったらね、みんな大好き一巻で、シャンクスどういう役割してたかっていうとね、1話から早速シャンクスは出てくるんですけど、ほんと陽気な海賊、楽しそうなね、赤髪海賊なんですよ。ヨーホーホーホーみたいな。そう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 。でね、金塊の主にね、腕を食われるんですけども、これをね、コエッキーさんが考察したところによると、腕を食わせたと。で、ルフィにね、海の厳しさを教えるという描写なんですけども、海賊として、男としてのね、いろんな教授をね、託して、ルフィが海賊になった原因というか。だってルフィの今憧れの人やからね。そうで、今ね、ルフィといえば麦わらのルフィと言われてますが、その麦わらを作ったのはこのシャンクスという男なんですね。で、シャンクスってのはもともとどういう人物かって言ったら、バギーと一緒にね、ロジャーの船に乗ってたんですよ。見習いとして。で、ロジャーがね、海賊王になった後に、亡くなった後は、自らもね、4校になるぐらいの、実力を持ってると。そうだよね。確か0巻だったらロジャーが処刑される時にローグタウンにいたもんね。なんで、ほんともう、ロジャーのところでね、しっかり修行されて、育ってやんだろうなってのは思うんですよ。なるほど。で、今や4校の地位にいるじゃないですか。はいはいはい。強さと言ったら、白ひげともね、パシパシと向き合って。パシパシとは向き合った。はい。で、頂上戦争の時もね、もう大将たちの動きをもね、一発で止めると。すごいよね。だってさ、ミホークですらさ、かつてのライバルなんだろうね。片腕なくしたお前とはみたいなこと言ってたけど、それまでは世界一の大剣豪とライバルだったってのすごいよね。そう。相当シャンクスも剣の腕が立つのかな。そう。剣の腕も立ちますし、海賊としての格もね、最上級ですよ。確かに。そんなのがまずシャンクスの概要ですね。概要。はい。シャンクスって、それぐらい強大な組織や力を秘めてる感じがするから、いろんな噂が立つんだよね。そう。シャンクスの巷に言われてる説として、2人いる説とか。よく言われるよね。たくさんいる説とか、無限にいるんじゃないかと最近言われてるんですけど、なんで言われてるかっていうとね、まず、このビブルカード。このビブルカードのね、このシャンクスね、なんとね、傷がないんですよ、目に。で、シャンクスって言ったらね、海賊旗にも書かれてるけど、この左目のところにガッと。そう。で、黒ひげにつけられた鍵爪かな、傷跡があるよね、傷跡があるんですけど、なんとね、ビブルカードにはない。これ書き忘れとかじゃないの？置いときましょうよ。で、なんで2人いるのかって言ったら、頂上戦争の時なんですけど、この戦争を終わらせに来た。これはもう名シーンですよ。私の大好きなセリフを言った後に、モブたちがね、四皇街道とのことではつい昨日のこと、その当人がもうここにって言ってるんですね。海軍がびっくりしてるよね、これね。そう。で、冷静に考えたら、これってね、ありえないことって言われてるんですよ。なんでかって言ったら頂上戦争の決戦の地ってマリンフォードなんですね。
マリンフォードって残念ながら新世界じゃないんですよ。そうだね、当時はまだレッドライン挟んで反対側にあったわけだから、そうすぐこんな来ることは不可能じゃないかみたいな。そう、なんで不可能かって言われてたら、レッドラインを越えようと思ったらマリージョアを通るか、下の魚人島をくぐってくるかしかないって言われてるんですよね。で、魚人島をくぐるには、船にね、コーティングっていう、ちょっと作業しないといけないんですよ。でね、プロのコーティング職人であるレイリーさんのね、ご意見によると、最短でも3日はかかると。ということは、昨日、ね、どこでやってたかわかんないですよ。ワノ国かもわかんないし、新世界のどこかもしれないですけど、そこでカイドウと小競り合いしてたシャンクスが来れるわけがないんですよ。なるほど。でね、これシャンクスだけやったら、90巻で明らかになった、五老星対談したじゃないですか。じゃあ、マリージョは通ってこれたんじゃないのっていう説もあるんですけど、レッドホース号も一緒に来てるんですよね、この頂上戦争の時に。ということは、このレッドホース号に普段乗ってる赤髪のシャンクスと、このビブルカードに乗っている五老星の友達のシャンクスがいると思うんですよ。なるほど。で、これがシャンクス2人いる説なんですけど、でもそれだけの情報じゃわかんないよね。本当ですか？だって小競り合いをしてたっていうのはさ、はっきりシャンクス VS カイドウで戦ってたとは言ってるわけじゃないやん。小競り合いってことはカイドウの幹部たちとシャンクスの幹部たちで戦ってて、レッドフォース号とシャンクスたちは先にこう戦いを抜けてたかもわかんないよ。言ったらカイドウたちがマリンフォードを同時に攻めようとしたから止める係と、俺らは戦争を終わらす係で二手に分かれようぜみたいな。いやでも当人がここにって言ってるんで、多分シャンクスもいたんですよ。目撃情報あるんですよ。それ変装とかじゃないんすか？いや、シャンクスはいるんですよ、ちゃんと。二人ちゃんと二人いる。で、シャンクスといえば、これ悪魔の実、昔からね、いろいろ言われてるんですけど、その中の一つには時々の実を食べたんじゃないかってこと言われてまして、これどういうことかって言ったら、これはまた頂上戦争ネタなんですけど、あんなに早く移動できるのはおかしいっていう。なるほど。だから時を操れるんじゃないか。だから時々の実だっていうのが、一つシャンクスのね、言われてることなんですけども、これは、ちょっと私は懐疑的でして、というのも、そもそも、二人いるって考えたら、時々の実なんて食べる必要もなくて、で、もっと言うと時々の実のメカニズムって、未来には行けるんですけど、過去には行けないんですね。ということは、この移動するにおいて、使える能力ではないんですよ。時間を短縮できたりとかするわけじゃないんで。で、しかもレッドホース号ごと一緒に来てるんで、じゃあ、仮に時々で未来に飛ばしたとしても、船ごと飛ばしてるじゃないですか。じゃあ、カイドウと小競りした時何に乗ってたのみたいな話になっちゃうじゃないですか。ということで、ちょっと時系列的にごちゃごちゃってなっておかしくなっちゃうと思うので、これは時々の実ではないんじゃないかっていうのがちょっと思ってまして、言われてるんですよね、巷では時々の実かもしれないと。ただ、それはないんじゃないかっていうのは一つ思っております。なるほど。時々の実の能力者じゃないけども、二人いることは自分の中でほぼ確定なんだ。私は二人いると思ってますよ。あ、そうなの？でもね、空島経由で、マリージョア経由で来たかも分からへんやん。天竜人の上にそんな島とかない？いや聖地マリージョアですよ。そう。別に、だって五老星のところにも行けるわけでしょ？行けますね。スーってなんかもう、スタッフパスみたいなやつでスーってみたいな。だって五老星と喋ってた描写もあるんだから、可能じゃないの？別にコーティング戦で行かなくてもさ、スルーパスで、あ、来たね。お、通ってていいよ、みたいな。なるほどね。世界線の管轄の空島みたいなね。そう。ありえますね。もう赤髪さんやったらもう顔パスでいいっすよ、みたいな。それは、確かに。わかりました。じゃあ仮に、シャンクス一人やとしましょう。でも、私、シャンクスにもう一個説があって、何かって言ったら、シャンクス天竜人説なんですよ。っていうかもう、これは私もう 99% ぐらいシャンクス天竜人だと思うんですよ。じゃあほぼ確実やんか。もうなんでかっていうと、この間ね、天竜人まとめてやったんですけど、天竜人ってどういう民族かって言ったら、大って言いながら、基本的にね、政界人というか、この、丸を被ってない人たちのことを見下しまくってるんですね。下地民言うとるもんな。そう。なんで、本当にでも、なんか奴隷を人とも思ってないし、もう本当物扱い。その天竜人たちのね、ただの天竜人じゃないんですよ。チャルロス星とかね、そんな雑魚とは話が違うんですよ。五老星ですよ、五老星。その上やもんね、五老星はね。そう。その五老星が、君だから時間を取った。とか、君は立場を考えたら、今は会わない方がいいとかいうことを言ってるんですよ。確かにシャンクスと五老星は何か通な仲な感じするよね。そうですよ。シャンクスもね、下り顔で、
とある海賊について話がみたいなね。ほんと好きだよね。断ることにそれやるよね、なんか。いや、すごい好きっていうか衝撃的だったんですよ。確かにね、戦国だってさ、頂上戦争の時にさ、お前だからよ、いいみたいな。そう、ね、戦国とかは実は聞いてたんじゃないんかなみたいな。知ってる？そう、でシャンクスは実は4個やけど、味方やでみたいな、七部会の、4校版の一人やでみたいな。七部会も一応政府管轄じゃないですか。はいはい。実はシャンクスも政府管轄じゃないですけど、てかもう政府の人間だよねみたいな。なるほだから天竜人だと思うんですよ。で、これ天竜人やったら、そもそも、天竜人って空白の100年暴かれることとか、D の一族に対してちょっと恐れてる部分があるじゃないですか。これやっぱなんでかなって思ったんですよ。で、これで私ちょっとね、ある説に気づいてしまって、ルフィにね、なんであんなによくしてんのかなって思ったんですね。でもシャンクスは絶対もうモンキー D ルフィって知ってるじゃないですか。で、ゴールディ・ロジャーも知ってるじゃないですか。やっぱこの共通点って、麦わら帽子なんですね。麦わら帽子ということは、多分、D の一族で、やばいなって思うやつに、麦わら帽子をかぶせる役目だと思うんですよ、シャンクスって。どういうこと？ロジャーにも多分、子供時代のシャンクスは、天竜人もね、多分イム様ぐらいに、ちょっと、あいつ危なそうやから、この麦わら帽子かぶせてきてやって言われたと思うんですよ。いや、どういうこと？目印なんですよ、やばいやつの。やばいやつレーダーみたいな。でも、麦わら帽子かぶったやつは世界中にたくさんいるやんか。あの帽子はあれしかないんですよ。あれ多分特別な帽子なんですよ。考えてほしいんですけど、何特別なルフィがあんだけ戦闘してボロボロになってない帽子っすよ。特別な帽子でしょ。一説によると、普通の現世の麦わら帽子は4年でダメになっちゃうらしいですね。そう。それがもうね、12年ほどかぶってるということで。そう。っていうことは、あれね、多分ね、特別な麦なんですよ。特別な麦ってなんだそのビールの CM みたいな。で、その麦によってルフィたちの行動がね、もう逐一ね、シャンクスについては伝わるんですよ。で、D の一族についての、要注意人物として分かってるんで、その、ルフィたちの報告にね、とある海賊について話がやりたいだけだろ。それ言いたいだけだろ。でね、私ここで思うんですけど、これらを総合した結果、シャンクスはラスボスなんじゃないかっていうことに気づいてしまいまして、これもね、巷に言われてるんですよ。冷静に考えてやっぱシャンクスこそ、ほんとルフィの、最大の超えるべき壁じゃないですか。でもまずそのシャンクスといつ出会うのかもあるもんね。それに関してはね、めっちゃ言いたことあるんですよ。シャンクスね、まず断るごとに、まずね、シャンクスね、11巻ルフィが懸賞金ついた時に、来たかルフィって言って、宴を始めるんですね。でね、やっぱシャンクスと言ったらもうこの来たかルフィってセリフだと思うんですよ。そう断るごとに言ってる気がするんですよね。実際ここしか言ってないんですけど、ほんとね、もう北の実の北か人間だと思ってて、ほんとルフィの動向気にしまくってるじゃないですか。古くはね、レイリーに報告してるんですけど、ロジャーと同じ言葉を言ってたやつがいるよみたいな、レイリーさんみたいな、そういうことを言ってる時から始まって、でね、エースとか、ミホークとかと、わちゃわちゃ盛り上がってるじゃないですか、楽しそうに。やっぱ北か人間かなっていう。で、最新刊ね、なんて言ったかっていうと、もうすぐ会えそうだな、ルフィっつってるんですね。もうこれはやっぱり、とんでもなく物語が進んだなって思うんですよ。だって頂上戦争の時は、今会うのは約束が違うもんなって言ってたじゃないですか。でこれを思えば、もうこの90巻に至ってね、で15億の男になりましたよ、ルフィも。そう考えたら、物語というか、シャンクスもね、そろそろ戦いの準備しようかみたいな、こういう言葉だと思うんですよ、これ。なるほど。なんでだから自分を倒されたいわけ？いや、動機は何なの？動機はですね、例えばそのピッコロ大魔王ね、ドラゴンボールってピッコロ大魔王っていうやつがいて、ピッコロはそもそも神様になりたかったんですよ、地球の。地球の神になりたかったんですけど、先代の神がピッコロの中に潜んでる邪悪な心を見つけてたから、無理やでって。だからそれをピッコロは修行して悪い心を追い出すことに成功したんですよ。その悪のところがピッコロ大魔王で、残ったのがピッコロ、つまり神様になったわけね。そうですね。っていうように分身して2人いるっていうのは分かるんですよ。だから善と悪みたいな。でも今だったらシャンクスと2人いるって言うんだって、いいシャンクスと悪いシャンクスなんかな、傷がある方とない方なんかな、分かんないけど、その目的が何なのって、その2人のね、シャンクスのね目的はね、あるんすよ。2人か1人かは実際分かんないんですけど、どっちにしろ目的ってあると思ってて、シャンクスが天竜人って思った時に気づいたことがあって、
シャンクスは天竜人なんですけど、本当に二重スパイなんですよ。え天竜人は、シャンクスのことを海賊たちをね、取り締まってるスパイだと思ってるんですけど、実はそうじゃなくて、さっきね、ルフィの敵なんじゃないかって言いましたよ、味方じゃないって言ったんですけど、実は本当はルフィのめっちゃ味方なんですよ。どういうことかって言ったら、最後ね、イム様とかが、ガチでルフィ潰しに来ると思うんですよ。なるほど。その時に、シャンクスの実力術とね、イム様に勝てないと。そのために、ルフィをね、手塩にかけて育てたわけなんですよ。何す彦清十郎みたいな。最後、天かける竜のひらみが教えて自分が死んでいくみたいな。いやもうほんとそういう感じで、いやもうこれはね、ハリーポッターのスネープ先生と一緒なんですよ。なるほど。そうなるほど。これ二重スパイだと思うんですよね。だから味方のように見せて敵であり、実は敵であるけど愛情を持った味方だったみたいな。そう裏の裏みたいで、もう最後ルフィはそれに気づいて号泣するみたいな。なるほど。はい。でシャンクスは多分非業の死を取ります。おお、なるほど。はい。でもというのはちょっと思いますね。でもそのシャンクスがラスボスっていうに関してはまあわかんないけど、はい一昨年のジャンプフェスタで小田先生の手紙の中にまとめたんですよ。来年なんなかったけど去年ね、はい。ワンピースの世界に潜む伝説を知ること。ルフィたちにとって過去最大の敵と頂上戦争が可愛く見えてくるっていう風に発言されてるんですよ。言ってましたね。そうだからルフィたちにとって過去最大の敵っていうのはすごい未だによく分かってなくて、これからワノ国に行くっていうことは決まってるからはいカイドウっていうのは想像できるやん。そうですねいちいち書く必要がないやんか、おー。ね、ワノ国に行くぞっていうことがメインであって、はい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 。で過去最大の敵って言われたらいよいよなんかラスボス感が出てくるような兆しがあるじゃん。おー。それがなんかいちいち黒ひげのことを言うんだったらそうじゃない気がするんだよね。確かに。そうだから意外な人物が過去最大の敵となってっていう風な、それが天竜人かなって思ったら意外とシャンクスがもし天竜人だったらなんかそういう目的とぶつかりそうな気がするなっていうねちょっと思ったね。そうそれぐらいのだって天竜人と、まあ、シャンクスたちがこうぶつかったらさすがに頂上戦争が可愛く見えるっていうのはその通り。これは間違いないっす。そうだからそういう風なことを考えるとシャンクスってまだ謎多き男っすよね。いやほんとね、謎だらけなんですよ。ねだからもう本当に早くシャンクス回を出してほしい。そう今ねビッグマム編もねアニメでも終盤やし、ワノ国のカイドウもジャンプ読んでない方もいるんでネタバレ言えないですけど、たくさんの幹部とか組織っていうのが分かってきてる中で赤髪海賊団だけ意外とよく分かんないんだよね。一巻から出てる割にはよく分かんないですよね。だってベックマンとかラッキールーとか言ってまあ割と普通寄りの人間じゃないですか。普通よりやし4校のね幹部にしては。だからどういう能力持ってんだろうとか、ほんと気になることが多すぎる。そうだってシャンクスのさ持ってるグリフォンっていう刀だってさ確かにわかんないし、左腕をシャンクスは落としてるから普通だったら右利きだったらこっから刀を取り出さなきゃいけないのそうにわざわざ右の腰に刀を刺してたりするし、その辺とかも全くわかんないよね。あ、そうですね。そうまあペロスペロみたいに実は腕が生えてるかもしれないですけどね、また能力で。変えてきたというわけで本日のシャンクスラスボスじゃないか説を検証してみたら動画はいかがだったでしょうか。そこ噛む。いやなんかさ、はいしっかりした洞爺君も欲しいわ。じゃあ2人いるんだったらさ噛噛まない洞爺も欲しいわ。トウヤ2人いる説ですか。何それカミカミの実を食べたトウヤと、うんスベスベの実を食べたトウヤ。ろくでもないやんけ2人いる説いいねなんか。あ、いいでしょ。はいまあ、というわけでね、本日の動画が良かったと思う人は、高評価の方よろしくお願いします。絶対押してくださいね。みんなもね、シャンクスについてどんな説があるとか、ラスボスだよーと思ってる思ってないとかコメントでぜひ教えてくださーい。見たら洞爺君2人いるやん。おお、あなたがカミカミの誰がカミカミやん。いや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 、めっちゃ滑ってるやん今俺。最悪やん。それでは See you。さーて明日のこれっきんチャンネルはどうも、ザッスーでーす。近頃最近、徳永英明のレイニーブルーが好きなんで、すいません、ちょっとここらで一曲歌わさせていただきます。レイニーブルーも終わったはずなのに、レイニーブルーなぜ追いかけるの？あなたの幻消すように私も今日はそっと雨。明日もまた見てくださいね。じゃんけんぽん動画見てくれてありがとちょっとでもいいなと思ってくれたら、う。高評価チャンネル登録お願いします。そして
躍動感あふれる LINE アット LINE アットの登録、Twitter もフォローしてください。詳しくは概要欄見てくださいませ。お風呂の前は小焼きチャンネル。